こんにちは、あつこです。鬼滅の刃の映画を見に行きましたか？今日は知ると鬼滅の刃がもっと面白くなる日本の文化について学びませんか？ところで、日本語オーディオラウンジではメンバーシップを始めました。一月わずか $0.99 ドルでいろいろな特典があるので、ぜひ参加してね。CC 字幕をオンにして、お好きな言語を選んでください。なお、このビデオの後半では、赤座の秘密もご紹介します。そこでは、映画の内容を話しているところもあるので、ご注意ください。それでは、始めましょう。まずは、みんなの着物の模様の説明から。日本の着物の模様にはいろいろな意味があります。炭治郎が着ている着物の模様は市松模様と言います。2色の色が順番に並んだこの模様はずっと終わりがなく続いていくように見えますよね。この模様にはずっとつながって続いていく、つまり繁栄の意味が込められています。炭治郎の着物には鬼からみんなを守る、命をつないでいくという意味があるのかもしれません。そして妹の禰豆子の帯も市松模様です。兄弟の強いつながりを表しているようにも見えますね。禰豆子の着物の模様は麻の葉の模様です。麻の葉はとても早く大きくなる植物です。そのため、この模様は子供が元気に育ちますようにという願いを込めて、子供の服によく使われます。そして、この模様には魔除けの意味もあるんです。鬼仏寺無惨に襲われて、禰豆子だけが死ななかったのは、この着物の力だったのかもしれませんね。次は、善逸の着物です。彼の着物の模様は、鱗紋と呼ばれる模様です。鱗とは、魚や蛇などにある硬い皮膚のようなもののこと。特に蛇は成長するために古い皮を脱ぎますよね。そのため、この模様には悪いものを落として生まれ変わるという意味もあります。怖がりだけど少しずつ強くなっていく善逸にはまさに鱗紋がぴったりです。そして赤座の恋人、小雪の着物の模様にも深い意味があります。でも、それを説明する前に赤座の秘密を見てみましょう。これから先は映画や漫画を見てからこのビデオを見てくださいね。赤座という鬼には人間だった頃の悲しい秘密がたくさんあるのです。まずは赤座の体の模様。これは人間だった頃の入れ墨が元になっています。赤座の元の名前は白磁。病気の父のために
薬を買うお金がどうしても必要だった白磁は何度も盗みを繰り返していました。白磁が生きていた江戸時代には盗みをした者に対してある罰がありました。それが入れ墨です。白磁が住んでいた江戸、今の東京では、物を盗んだ者は腕に輪のような入れ墨を入れられていたんです。白磁の腕には何本もその入れ墨が入っています。何度罰を受けても父を助けたかったんですね。この入れ墨の模様は地域によって違いました。例えば今の広島県の場合、盗みを3回するとおでこに犬の文字が入れられました。もし白磁が広島に生まれていたら、赤座はおでこに犬と書かれた鬼になっていたかもしれません。鬼になった赤座の体には全身に入れ墨のような模様が広がっていますが、この模様にも実はいろいろな意味があります。赤座の胴体の模様は江戸時代の角字、正方形の中に線だけで漢字を書いたものの雪に似ています。そしてその背中の模様にも深い意味があるのです。日本には香道という伝統文化があります。これは香木の香りを楽しむもので、その中に三種香という香りを当てるゲームのようなものがあります。そのゲームで使われる記号の一つが赤座の背中に書いてある模様なのです。この模様の名前は湖峰の雪、湖峰の雪、小雪。そうです。赤座の背中の模様は小雪を表しているのです。赤座の髪の色は小雪の目や着物と同じ色。血気術を使うときに出てくる模様は小雪の髪飾りの雪の模様。そして使う技は二人で見た花火が元になっています。赤座は決して女性を食べないし殺しません。赤座は過去の記憶をなくしていますが、心の奥ではずっと小雪を思い続けていたのです。小雪の秘密。花火を見に行く日に小雪が着ていた着物の模様にも意味があります。その模様は勝負。勝負は勝負、勝負と同じ読み方です。勝負とは武道を大切に思うこと、そして戦いにおける無事や成功を祈る意味があります。小雪は武道を学ぶ白磁の成功や安全を願っていたのですね。それと同時に勝負、この浴衣を着て小雪は白磁にプロポーズをします。プロポーズを成功させるという気持ちを込めて、小雪は勝負模様の浴衣を選んだのでしょう。その浴衣を着て、私は白磁さんがいいんです。私と夫婦になってくれますかと小雪が言うこのシーン、とても素敵ですよね。
そして小雪の帯にも注目。着物の帯は結び方にも意味があります。特にお太鼓という結び方は基本的に結婚をしている女性が結ぶ帯の形です。小雪が赤座に話しかける最後のシーン。小雪の着物の帯は花火を見ていた時とは違ってしっかりとお太鼓に結ばれています。これはもうあなたと夫婦です。死んだ後も一緒に地獄へ行きます。そんな小雪の強い思いを表しているのです。そして小雪が最後に言ったあの言葉、おかえりなさい、あなた。ここでのあなたは英語の You という意味ではありません。これは妻が夫に対して親しみを込めて呼ぶときの言い方なのです。今回のビデオはいかがでしたか？今日は鬼滅の刃を見るときに知っておくともっと楽しめる日本の文化をご紹介しました。私は映画を見てまた漫画を読みたくなりました。続編のアニメも楽しみですね。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。チャンネル登録といいねをしていただけるととても励みになります。日本語オーディオラウンジのメンバーシップのご参加もお待ちしています。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。